21時19分頃に発生しました最大震度5弱の地震につきまして、この地震、南海トラフ地震との関連性について調査が開始されております。南海トラフ地震の被害が想定される地域の方は、個々の状況に応じて身の安全を守る行動というのを取るようにお願いいたします。現在、この南海トラフ地震との関連につきましては、調査中という状況になっております。去年の8月8日に震源がかなり近いところで発生した地震、この時もその後、南海トラフ地震の臨時情報が発表されました。その時は大地震注意ということになりまして、その情報の措置、1週間程度続いておりました。今後については、今現在、この南海トラフ地震については調査中というステータスですが、この後、さらにその調査結果によって新たなメッセージというのが発表される可能性がございますので、最新の状況、確認いただければと思います。この21時19分頃発生しました地震についてですが、その情報、もう少し詳しく確認をしておきます。最大震度については5弱、震源地は日向灘、地震の規模、マグニチュードは 6.9、震源の深さは30キロということになっております。そしてこの地震に伴いまして、津波注意報が宮崎県、高知県に発表されているというのが現在の状況になっております。津波注意という情報でしたが、実際津波の観測というのがそれぞれ出ております。宮崎港につきましては21時48分頃 0.2 メートルということで津波観測されておりますが、潮位計の情報などを見てみましても、その前後の時間、明らかな潮位偏差というのが確認できる状況です。そして22時4分頃0.2 メートルということで情報が出ました日南市油津ですけども、こちらにつきましても潮位計の情報の方を見てみますと、やはり潮位偏差というのの大きな変化というのが現れておりまして、これらの方面につきましては津波の方、第1波についてはすでにやってきているということになっております。津波については第1波だけで終わるとは限らず第2波、第3波というのがやってくることがあり、第1波よりもさらに大きな津波といったような可能性もありますので、引き続き津波注意報が発表されている間は決して海岸には近づかないようお願いいたします。船の様子、浜辺の様子、見に行くといったようなことは決してないように、最新の情報を確認しつつ行動いただければと思います。今回のこの津波の原因となっている地震なんですけれども、広い範囲で地震の揺れ、皆様からも体感の報告をいただいているということになります。地震の状況、最初に震度の情報で見ていただきますと、西日本の広い範囲で揺れというのが観測されている状況、その中で震度4以上ということになりますと、九州方面、こちらが中心ということになっている状況です。また、南西諸島方面側につきましては、今のところ、奄美方面では今回の地震、揺れ、震度は観測されず、それより北のエリアまでが南限といったような状況です。こちらにつきまして、皆様からの地震の体感報告、確認しますと、震度4以上を観測した九州方面、この辺りではやはり黄色の強い揺れ、あるいは激しい揺れという報告多めということになっております。震源については日向灘ということになりますが、激しい揺れについては宮崎だけでなく鹿児島、それに熊本の一部などからもしっかりと揺れの報告をいただいているという状況。中国地方、四国地方、この辺りについても九州方面
ほどではないんですけども、弱い揺れ、かなり今回の地震、広範囲で揺れをやはりお感じになっているということになっております。またこの地震の揺れ方なんですけれども、全体としてはゆらゆらと酔いそうという感じの体感が多くなっているというのが現在の状況です。この地震、まだこの後もですね、主に津波の情報というのが引き続き出ております。先ほど21時19分頃に発生しました最大震度5弱の地震によりまして津波注意報がこの時間も宮崎県そして高知県に発表されております。この津波注意報発表されている間につきましては特に慎重に行動いただき海岸線からは離れて待機するようにお願いいたします。以上、この時間の地震津波の情報をお伝えいたしました。